この言葉皆さんご存知でしょうかね。押し売りってのよく聞くんですけど、押し買いというね、今北海道でこの押し買いの被害が深刻化しています。でその年間の被害額はと言いますと、なんと1年間で30倍にもなっているという、ここ北海道での話なんですね。身近に迫る悪質な手口に迫ります。その恐怖は突然やってきます。不用品の買取業者が突然家を訪問し、高価な金属を強引に安く買い取られる被害が全国で発生しています。北海道でも多発しているのが現状です。主に高齢者や女性を狙った悪質な手口。めちゃくちゃ優しくて、でもそういった詐欺が行われているってこともよく知らなかった。先月、札幌で悪徳買取業者のグループが逮捕されたばかり。悪質な訪問購入、押し買いとも言われるその被害額、去年はなんと前の年の30倍以上に急増しているんです。いやー、ありますね。北海道で実際に起こった悪質極まりない手口。今回はその事件をドラマで再現。被害に遭わないための対策を徹底検証します。急がないと。よし、いいかな。あらやだ、もうこんな時間。ごめんください。あら、誰かしら。はーい。どうもこんにちは。玄関の鍵開いてたんで。20代くらいの男が名前も名乗らず無断で玄関に。何のご用でしょうか。使わなくなったアクセサリーや貴金属を買い取りに来ました。何かありませんか。使わなくなったアクセサリーですか。何度断っても執拗に貴金属を迫ります。ほら、靴だってあるじゃないですか。もう昔履いてたやつとか。すいません、これから出かけますんで。すぐに終わりますから。何かありませんか。何でもいいんです。使わなくなったネックレスとか貴金属とか何かありませんか。ちょっと待っててください。はい。断ったら何をされるかわからないという不安からアクセサリーを見せて早く帰ってもらおうとした女性。中には数十万円の指輪も。とりあえず見せるだけで。いやー、ありますね。結構ありますね。ちょっと見せてもらってもいいですか。北海道で多発する悪質な訪問購入の闇。訪問購入の被害者は高齢者や女性が多いです。今回の件についても高齢者という情報を事前に調べていた可能性が高いです。勝手に家に上がり込んできた男。その行動はさらにエスカレートしていきます。いやー、ありますね。結構ありますね。おお、どれどれ。ずかずかと無断でリビングに上がりアクセサリーを漁る男。金のネックレス数本と数十万円したという指輪、高価なものに目をつけます。その後、女性から見えない玄関へ向かい、しばらくすると3万5千円です。3万5千円。金を渡すと足早に立ち去る男。
いや、私ちょっと。女性の承諾もなくアクセサリーを相場に合わない安値で持ち去り、名刺も契約書も交わさない。男が突然現れてからわずか10分の出来事でした。スタジオには北海道警察本部渡辺忠警部にお越しいただきました。警部、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは今の VTR を見てスタジオの2人、憤りを覚えますね。いや、憤りの前にちょっとにわかに信じがたいと言いますか、これは本当にあったお話なんですよね。これは北海道で実際にあった事件で、警部間違いないですね。しかも被害が増えてるんですよね。そうなんです。こういった手口が今増えているということなんですね。そもそもこの訪問買取、訪問購入というものは違法ではないものなんですね。何が今回違法かと言いますと、こちら約束なく突然訪問してきたこと、これ違法です。さらに名前を名乗っていません、これも違法です。さらに勝手に居間へ入っていきましたが、これももちろん違法なんですね。この居間へ勝手に入るというのは、警部、これはどういった法律に触れるんでしょうか。はい、本人の承諾を得ずに居間に勝手に上がり込む行為は、住居侵入罪に該当する可能性があります。そうですよね。人の家に勝手に入り込んでいるわけですから、許可なく。さらに今回の VTR の中で一つ大きな特徴なのは、契約書などの書面を交わしてないですよね。はい、そうです。これは、はい、本人のですね、承諾を得ないで買い取る行為や契約書を交付していない行為というのも、これも違法になります。ただこれが狙われるのが女性だったり高齢者ということになりますが、本当に恐ろしいですね。そうですね。これ数人家にいたとしても怖いですから、ましてや一人だった状況で勝手に入ってこられたら、もう気が動転しますよね。そうですね。今 VTR に登場した女性は売る気はもちろんなかったんですけれども、怖くなって見せてしまったというところですね。だから仮にね、今斉藤も言った通り違法だって分かってても、あの状況でこれ違法ですよなんて言えないですよね、なかなかね。悪徳業者の特徴というものがあります。こちら下ですが、こういったところに注意が必要だというところで、優しい、そして居座るというところですね。悪質な業者は話し相手を装い、優しい言葉で近づいてきます。また契約が終わらないと帰らないなどと居座り、強引に契約を迫るケースがあります。例えば帰ってくださいって勇気を出して言ったとしても、1時間2時間居続けるわけなんですね。そうするとこっちとしてももうだったらもう早く終わらせたいからっつってね、相手の言う通りになっちゃうかもしれないですね。それでなかなか帰らない場合はどうしたらいいんでしょうか。はい、そのような場合は躊躇せずに110番通報してもらって構いません。実際にこういった被害に遭うというか、物を奪い取られたわけではないけれども110番して大丈夫。はい、大丈夫です。じゃあ警察の人が来てくれるわけです。そもそもだっても違法なことやってるわけですよね。こういった悪徳業者の狙いはどういったところにあるのか。やはり多いのはこちらですね。高額な貴金属ということですが、最初から貴金属をやっぱり要求してくるんですか。はい、訪問買取業者の中には着物や家具などさまざまなものを買い取ると言っていますが、最終的には高額な貴金属をですね、相場よりも安く強引に買い取るケースがあります。最後に貴金属に行き着くという流れなんですね。ただ今ご紹介しているのは、やはりいいものをとにかく安く買い取ろうという押し買いというものをご紹介しています。そういった業者なんですが、ただ実は最近出てきているのはもう一つの顔、買い取りを実は目的にしない業者もいるんですね。これ何を目的に突然訪れると福永さん思いますか。要するに家の中の様子とか間取りを知って、それこそ強盗にみたいな話ですか。下見とかですかね。警部いかがでしょうか。はい、そういうようなケースもあります。まさにそうなんですか。強盗の下見のケースというのが出てきているんですね。間取りや金品がありそうな場所、さらに逃げ口などを確認する。さらに話を聞き出すことによって、いつ頃在宅をしているか、家族はどうなっているか、資産をどれぐらい持っているか、こういったものを聞き出してしまうんです。この家女性一人だぞとかって、そういうことですかね。そういうことなんですね。これはどうなんでしょうか。居間にあげない、部屋にあげないというのは前提ですけれども、玄関先っていうところにもやっぱり行かない方がいいんですかね。
はい、玄関先にも上げないようにしてください。はい、ということなんですね。でもこれあれですよね、そもそも鍵はちゃんとかけといた方がいいってことですか？はい、まずは鍵をかけるというのも重要です。突然相手だから入ってこられちゃったわけです。さっきのはいですね。そもそもは鍵をかけておいた方がいいってことですよね。そもそもインターフォンで出てそこで断るっていうところですよね。さて、買い取り業者ですから我々としては何か物を不要になったものを売ってお金をもらおうとするわけですよね。で不要になったものを売りたいと思ってるタイミングが合っちゃったりするとってこともありますよね。ただ話変わりまして、今度はお金を物を売るわけですからもらえるはずなんですけど、実はお金を払えと要求をされるケースが出てきているんです。一体どういうことなのか、コマーシャルを挟んでお伝えします。道内で被害が増加している悪質な出張買取、いわゆる押し買いに関してですが、今度は不用品を売ってお金をもらおうとしたところ、逆に支払えと要求をされてしまったという実際北海道であった事例をご紹介します。こちら30代の女性の方、実際にお話をしていただきました。家具の不要品を処分しようと考えたんですけど、少しでもお金になればと思ってインターネットで見つけた買取業者に出張査定を依頼しました。無料査定という言葉に惹かれた30代の女性、ソファーなどの不要品3点を買い取ってもらおうとしたところ、とりあえず、汚れているからちょっと買い取りはできないというふうに言われました。じゃあ次、私たちはなんかその安く回収もしているってことだったのでちょっと頼みました。それでいくらで回収する？最初7万と言われました。処分費用なんと7万円を請求されたんです。めちゃくちゃ優しくて騙すとかそういうのないかなとは思ってたし、高すぎるって言った先に、私たちはなんかリサイクルショップもやってるので、アクセサリーとかブランドとかあれば買い取って安くしますよって言われてました。最終的に貴金属などを叩き買いされた上に3万3000円の処分費用を取られてしまいました。お金をもらえるはずが逆に処分費用を請求されるという事例ですが、こういった事例は少ないんですか、多いんですか？はい、最近多くなってきております。どんどん今増えてきているパターンだということなんですね。処分費用を請求され、ソファーなど 3.7 万円の処分費用をまず請求をされて、これを安くするために持っている貴金属を出してくださいということで出すんですが、それは買い取りというかもうほとんどもう奪い取られたようなもんで、最終的に値下げされて3万3000円になったということですね。これはだから押しかけてきたわけではなくて、自分からインターネットで申し込んだ業者にもかかわらず、こういうところに当たっちゃったってことですね。実際大型ごみなんですが、これ札幌市の場合ですが、処分手数料というのはソファーの場合 1.900 円なんですね。これコンビニでシールを買って、そして貼っておけば家の前に置いておいて持って行ってくれるというものなんですが、こういったことを知っていればちょっと状況は変わったかもしれないというところですね。さて、この突然押しかけてくる押し買いに関して悪質な手口、そして危険な言葉というものがあります。これを覚えておけば少し安心。まず一つ目のキーワード、今なら安くというこの言葉ですね。これで契約を迫ってくるパターンがやはり多いそうです。でもちょっと気持ちは分かりますけど、今なら安くと言われたらね。そうですよね。さらにもう一つ、無料の査定です、無料の点検ですというこの言葉にも要注意なんですね。はい、突然、業者が訪問してきまして、屋根の破損を見つけたので無料で点検しますなどと言って親切な業者を装ってですね、本来は必要のない修繕だったりリフォームの契約を迫る手口がですね、全国的に増加しております。これはだから金品の買い取りとかではなくてリフォームなどをやりますよということを言うんですね。無料をきっかけにってことなんですね。はい、そうです。ただいわゆるそういった悪質な業者を家の中に入れることになるわけですよね。そういったところで何をされるか分かんないっていう不安ありますね。はい、悪質な業者の中には、点検中にですね、相手の隙を見て現金を盗むというケースも確認されております。だからもうやっぱり
出会ったことがない少しでも怪しいと思った人を家にあげることっていうのは絶対にやってはいけないことだということですね。あと最初の話でね、さっきもちょっとお伺いしたんですけど、自宅にいる時に鍵をかけてなくて結果的に玄関に入り込まれてきたっていう、やっぱりその鍵をかけない方も結構いらっしゃるんですか？はい、まだ実際にいらっしゃいますので、まずは家の鍵をかけるっていう基本的なこともですね、守っていただきたいなと思います。北海道は多いんですかね？田舎の地域に行きますと、まだ未だに玄関に鍵をかけていないというケースもたまにありますので、皆さん気をつけていただきたいなと思います。ご近所同士のつながりでね、こう信用し合ってるってところもあるんですけど、それがあだになってしまうってことなんですかね。だから今はエリアに関係なく戸締まりはきちんとするということが必要になってきますね。この押し買いですね、突然訪れてくる訪問販売ですが、訪問買い取りですね、ですけれども、しっかりと対策といいますかルールにのっとってやっている業者がほとんどなわけですね。そういったどういったルールがあるのかというところから我々ができる対策を探りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いろいろとお話を伺います。はい、よろしくお願いいたします。出張買取をする全国チェーンザ・ゴールド。実際に電話で買取を依頼されて家に訪問した際、ルールがあるんです。よろしくお願いいたします。まずは会社名と査定員の個人名とを、名乗らせていただくと同時に、こちらの行商従業者証というものですね。はい、こちらを提示するのがルールになっております。じゃあ本当に約束をして、そしていらっしゃった方であったとしても、これを必ず持っているということですね。必ず持っています。そしてこれを見せるということ。そうです。売買が成立したら必ず契約書を交わさなければいけません。一点一点の買取価格などをしっかりと明記していきます。そしてもう一つ重要なポイントがあります。出張買取に関してはクーリングオフっていう法律が適用されますので、後から返品したいっていうことであれば、クーリングオフの期間内であれば必ず応じること。この説明がないイコール違法、ルール違反、違法です。クーリングオフとは書面が交付された日から8日間いつでも解約できるというものですが、こういった説明を必ずやりましょうというルールがあるわけですね。それをやっていなければこれは違法の可能性があるということです。そしてもう一つ注意しなければいけないことを教えてください。はい、契約をする際にですね、法律では事業者の名称を明らかにする義務や契約書を交付する義務があります。ですので相手からは契約書や名刺などを受け取り、事業者名を特定できるようにしておいてください。そしてどうでしょう、こういったやり取り売買というのはできる限り一人じゃない方がいいんでしょうかね、やる側としては。はい、その通りです。できる限り一人では対応せず、家族や知人の方をですね一緒に同席していただきたいなと思います。そしてこれちょっと私気になったんですが、ここまでしないといけないんですか？会話を録音というところですね。はい、後からですねトラブルになるケースもありますので、その証拠として残しておくことには有効かなと思います。あとこういう悪質な犯罪に巻き込まれてしまった場合に、犯人が検挙されて、それでお金ってのは戻ってくるんですか？戻ってくるケースと戻らないケースあります。はい、だからこそこういう手口に遭わないようにっていうことですね。やはり大切なのは一番初めにお伝えをしましたけれども、こういった約束ない突然の訪問がそもそも法律に違反しているだとか、名前を名乗らないことも怪しいだとか、こういったちょっと気づくポイントというのを事前に知っておくということになるかもしれませんね。被害に遭った方、もしくはちょっと心当たりがあるなという方、相談ダイヤルがあります。警察相談ダイヤル#9110 #9110まで問い合わせをしてください。ここまで北海道警察本部渡辺忠警部にお越しいただきお話を伺いました。分かりやすく解説をしていただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。特集でお伝えしました。